まゆみです。まゆみのなんとかなるチャンネルスタートします。なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなる。はい、今日は邪気まみれの人、邪気邪気邪気ですね。なぜかこんな症状が出るということですが、今日はちょっと不思議な話をします。なので好きな方だけ見てください。こういう話ね、嫌いな方もいらっしゃいますからね。嫌な方は見ないで全然大丈夫です。 OK です。はい。邪気にねまみれてしまうといろんな症状が出てきます。でもそうなるのにはちゃんとした原因と結果がありますね。これが因果関係、因果ですね。なのでその原因が分かれば結果である邪気は消えてなくなる。そんなね、不思議な話です。もうこういう話を私は大好きなので、好きな方ぜひ楽しんでください。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では行きましょう。そもそもなんですよ。そもそも私たちですね、ひとりさんのね、お師匠様のひとり様のね、直弟子というね、私たちはもうひとりさんの不思議の弟子ね、不思議な話大好きの弟子なんですね。そうなんです。だから今日のこの邪気まみれの人の出る症状って因果の話です。でもね、ここで因果って聞いてなんかね、親の因果が子に向かいみたいな感じでね、怯えさせるものがありますけど、因果って聞いても怖がることは全くないですね。だって因果って最初に言ったように原因と結果ってことですからね。そうなんです。それとあともう一つね、最初にお伝えしておきますけれど、因果の話っていうのはね、ピンとこの話を聞いてピンときたらね、そのことが当てはまってます。でも何も感じない人はね、因果とは関係ないんだなっていうことですね。これだけは知っておいてくださいね。無理やり当てはめてね、やっぱりこれは因果なんだとかっていうようなことではないですからね。そうね、その代わりね、本当にピンときた方は知った瞬間というか分かった瞬間、なんかね、不思議なこと起きちゃうんですよ。症状が楽になったりとか、あれっていうことが起きるから分かりますよね。もう不思議ですよね。不思議でしょね。そうなんです。では早速参りますね。邪気まみれの人ね、なぜかこんな症状が出る。はい、いきます。症状その1、頭痛いね。この原因ですね。原因と結果、因果関係だからね、原因。頭が痛くなる考え方をしているっていうことです。それはね、人かもしれないし、物事かもしれない。ね、頭痛くなるような考え方を自分がしているっていうことです。で、結果は頭に出るっていうことですね。シンプル。そして症状その2ですね。手やね、指が痛いとか腫れる。ね、これの原因ですね。原因は要は自分が手先で使っている人に不満や不服ね、不平不満とかね、そういうのがある、ね、それを持っているっていうことです。だから手先で使うというか、なんか自分のこうね、なんかちょっと自分や立場が下の人とかっていうことかもしれないね。もう自分がそう勝手に感じてるのかもしれないしね。はい、手先で使っている人に不平不満を持っている。これはね、でもこれも人かもしれないし、自分が使うものに対してとかね、物事かもしれないし。で、結果、手や指に出るということですね。はい。次、症状その3ですね。目が腫れる、膨れる。ね、これ原因ね。見ないふりしてるとかね、見ないようにしてる。
これはね人かもしれないし物事かもしれないね。こうちょっと不満も持ってるかもしれないですね。不満を持ってたりとか嫌だなとかって思ったりとかしているのにね、こう晴れたりとかしてるってことはそういうことですね。原因で結果目に出る。もうシンプルですね。では症状その4だね。4、はい、4、耳が聞こえづらい、聞こえないとかね。はい、この原因ですね。原因、因果関係の原因は、はい、聞きたくない聞こえないふりしてるとかね。これはもうこれも人かもしれないし物事かもしれないね。となると結果ね、結果はどうなるかというと耳に出るということですね。そして症状その5ですね。腰や関節ね、いろんな関節ねが痛いね。はい、この原因ですね。これは人との間にこう摩擦、擦れがあるというね、摩擦が起きているね。これは骨と骨のつながりの擦れ合うところが関節だったりとか腰だったりとかね、つながってるところの間ね。だからこれね、よくね骨肉の争いとかっていう怖い言い方もしますけど、何か人間関係の摩擦が起きているっていうことですね。そうです、原因は。そして結果としてどうなるか、腰やこういうね関節とかに出てくるということです。シンプルで分かりやすいですね。はい、そして次ですね。はい、次です。症状その6ですね。6ですよ。はい、これは肩が凝る、肩が痛いということですね。これ原因ですよ。これは肩が凝るような考え方をしているね。凝るようなね、肩が凝るような考え方をしている。これは人かもしれないし物事かもしれないですね。そうなんです。そうすると結果肩に出るということですね。そして次いきますよ。症状その7ですね。これは体になんか腫れ物ができるね。これは体の外側かもしれないし、外側かもしれないし、体の中かもしれないですね。腫れ物ね。これですね。この原因は頑張りすぎ、頑固です。これね、腫れ物っていうのはね、腫れ物っていうのは普通の人間の正常の細胞よりも何十倍もめちゃくちゃ硬いんですよ、腫れ物って。中にできても外にできてもね。だって硬いでしょ、触ってもね、腫れ物って。そうだから他の細胞の何十倍も硬いっていうことは頑固、カチカチですね。要は度を越して頑張りすぎとか、度を越して自分の我が強すぎとかね、これが頑固っていうんだけどね、我が強すぎとかそういうことですね。で結果として出てくるのが腫れ物ね。腫れ物として中かもしれないし外かもしれないし出るということです。でね、ここまでの話でピンときた方はね、この因果の症状の方ですね。でピンとこない方はマッサージで肩凝ってるとかって言ったらマッサージ行ったりとか、あとはちょっと気になることがあるならお医者様に行ってくださいませ。そうなんです。もうこれね、あくまでもピンときた方です。そっか、そういうね、なんか頭痛いのもそういうね、頭痛くなるような考え方してたなとか、自分でパッて腑に落ちたらもうそれは正解ですね。でもこのね、邪気まみれだと起きる症状ってね、本当にすごいんですよ。実はこれ私もですね、もうドンピシャの体験をしたことがあるんです。私ですね、 OL の時その時にまだひとりさんと会ってなかった時かな。そうですね、今ならわかるけどその時はわからなかったんですけどね。会ってて後から分かったんだ。OL の時にね、いちいちいろんなこと言ってくる部長がもう本当にごめんなさいって、うるさいないちいちうるさいなとかって思ってたんですよ。
ね、自分の部長さんのことを、ちょっといちいちうるさいな、細かいなとかって思っていたんです。そしたらそんなことねいつも思ってるから邪気まみれだったんですね。もう私邪気まみれそしたらですね、この左の耳の鼓膜が破けたんです、私。でそしたらですね、本当に部長の声聞こえなくなったんですよ笑ってるね、笑っちゃいますね本当にね。だってね、しかも本当に部長の席が私のこっち側の席だったんですよ。左側だったんです。左の鼓膜が破れたんだけど、本当にこっち側に部長がいたんですよ。これってね、まさに私自身がね邪気まみれでいたために出た症状というかね、引き寄せちゃったんですよね、現実をね。今の私ならね、本当にその因果関係のね原因はうるさいな、聞きたくないと思っていたことで、結果が鼓膜が破れる、聞こえなくなった、耳に出たってことなんです。もうね本当に部長申し訳ございませんね、もしねだから皆様の中でもこのね今日のこの動画を見て今自分に起きてることね、何らかの症状にピンときたらね、その時はぜひ邪気払いということでこれを言ってください。感謝してますね。そうなんですよね、私もそうなんですけど邪気まみれにね、私が本当にそうですね、邪気まみれになったのはね、自分自身に感謝が本当に足りてなかったんですね。でこうしみじみ今本当に分かるのはね、全て起きてることには無駄がない。で起きてることねに感謝してますね、起きたことに感謝してます。このことで邪気は払えますね。だから多分ね、この動画を今見て多分その瞬間気づいたらあなたに不思議なことが起きますよね。それはねお楽しみにしてください。私もね本当に今は心から部長に感謝してますと言えますし、だからもう二度とね自分が邪気まみれになってそういう結果を招かないように本当に感謝ですね。はい、ということで今日の話は本当に不思議な話なので、ピンときたらこのね因果関係そっかって思ったらそれが当たりです。でピンとこない場合はそのことを深掘りする必要はないですからね。ピンときたらその時に、でもピンときた人には何か本当に面白いこと起きますよ。楽しんでください。では今日も本当にありがとうございました。今日の動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では最後一緒に行きましょう。せーの、なんとかなる、なんとかなる、絶対なんとかなる。ありがとうございました。邪気払いしてください。ここからは広告です。30秒ぐらいなのでちょっと聞いてください。私は真剣に20歳に見える125歳を目指しています。私のお師匠様の斉藤ひとりさんの銀座マルタンのこの水素若々美人はとにかく私の毎日に絶対に欠かせないサプリメント。あなたの美しさと若さと元気と健康のためにおすすめします。詳しくは概要欄からどうぞ。ありがとうございます。なんとかなる、なんとかなる、そして